こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスをご紹介をいたします。皆さんはゆるブラックという言葉聞いたことあるでしょうか？うちの会社は働きやすい、残業がない、そして有給は取りやすいはずなのに若手が定着しない、辞めていくという企業が最近は増えてきております。もしかしたらこのゆるブラック企業になっているかもしれないという状況です。ではゆるブラック企業とはどのような企業なのか、そしてこれを放置しておくとどのようなリスク、影響があるか、また自分の会社がゆるブラックから脱却するためにはどのようにしたらいいのかについて見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは最近増えていると言われているゆるブラック企業。どのような企業なのか、そしてこのゆるブラック企業と言われるものがなぜ増えてきているのかについて見ていきたいと思います。そしてゆるブラック企業であった場合、この環境を放置をしておくと、この先何が起こり得るのかについて、そしてこのゆるブラック企業から脱却してより良い労働環境を整備するためにどのようなことをしていったらいいのかについて見ていきたいと思います。まずは増えるゆるブラック企業ということですけれど、ゆるブラック企業というのは働きやすい労働環境であるものの、仕事に対するやりがいや挑戦の機会が乏しく、従業員が成長につながる経験を得にくい企業と言われることが一般的です。このゆるブラック企業、ポジティブな特徴としては、仕事の内容が緩く、残業が少ない。職場の雰囲気、人間関係はいい。そして離職率も低い。見た目はとても良い企業です。では、ネガティブな点から見ると、やはり昇給や昇進が見込めない、自身のスキルアップにつながらないという点があります。アンケート調査によりますと、自分の会社はゆるブラック企業ですかと聞いたところ、10% はそう思う。31% はどちらかといえばそう思う。全体の4割が自分の勤める会社がゆるブラック企業と回答していることがわかります。この回答した4割のうち7割の方はキャリア形成が望めないと考えている。また4割の方はですね、1年以内の転職を視野に入れているということで、少なからず会社の将来に対して悲観的な考え方を持っているということがわかるかと思います。では、なぜこのような全体として4割と認識されるようなブラック企業が出てきてしまったのか。ブラック企業、ゆるブラック企業の増加の原因について見ていきたいと思います。大きな原因としては3つほど考えられるかと思います。まずは働き方改革の推進ということで、2019年からですね、働き方改革推進されてきておりますけれど、時間外労働の上限規制が始まりました。そして年次有給休暇の消化義務化も始まりました。こういったことで、やはりワークライフバランスを重視し、また健康を重視するという形で、私生活と仕事の両立という意識が高まってきました。また、近年ですね、各種ハラスメント法改正され、また今後はですね、カスハラ法も制定をされていくという形です。そして、求職者へのハラスメントというのも問題になってきている中、今現状、パワハラ、セクハラ等ですね、各種ハラスメントへの規制が厳しくなってきているという状況もあります。また、新型コロナウイルス感染症が流行をして、出勤ができなくなった関係でテレワークというのを急速に普及をしました。また、コロナが明けてから人手不足というのは顕著になってきて、かなりどこの企業も人材確保が難しい。そして少数の業務をこなすために労働時間が増えつつあるという状況。このような環境を受けてですね、今現状は管理職の役割が変化をしていると言われております。また、その役割変化への認識、その役割の遂行のための能力が足りないとも言われております。そして、
過度なハラスメントによってですね、管理職が萎縮をしてしまって、言いたいこと、指導したいことが言いにくくなっている、言えない、過度な萎縮が始まっているとも言われております。そしてテレワークの進展もありますけれど、コミュニケーションが希薄になってきているという、こういった背景があります。一方でですね、これらの働き方改革、ハラスメント、コロナ、人手不足というのを受けて、若手の方では一方で成長志向が高まっていると言われております。やはり会社依存からの脱却ということで、やはり終身雇用が終わっていることで、それに対してご自身の将来のリスクを回避をしていこうというところ、また、兼業副業というのが事実上解禁をされた、そして個人事業主フリーランスの取扱い規制強化、そして保護というのが進んでいる関係で、ご自身の能力の高まりというのを重視をしている。また、今の若手に関してはタイムパフォーマンス重視と言われているので、やはり効率的な成長を追求をしていく。そうなってくると、日本の従来型の OJT の育成と少しズレが出てくるという状況になってきておりまして、やはりですね、ご自身の成長のスピード、考えているものと会社が考える育成のスピードというのをズレが出てきているという形になっております。場合によってはですね、最近ハラスメント、過度な萎縮によって、指導を放棄をするというケースも出てきます。また、この過度なリスク回避にはありますけれど、そうなってくると、場合によってはホワイトハラスメントなんていう言葉もありますので、逆にそれはハラスメントになってしまうという可能性も、なきにしもあらずという状況になっております。では、このゆるブラック企業、ゆるブラックな環境を放置をしておくと、どのようなことが出てくるのかと言いますと、やはりゆるブラック企業ですね、コンプライアンスを無視しているわけでもない、離職率が高いわけでもなく、時間外労働も多くなく、年次有給休暇も取得ができる。ただし、自分自身の成長が期待できないということで、優秀な若手から静かに転職準備、離職をしていく。そうなってくると、生産性向上が遅れてくる。ただ、人はいるんだけれど、次世代を担う人材がいない。バイタリティがだんだん低下をしてくる。その結果、従業員のモチベーションが低下という形になっています。そういったものをカバーをしようと、企業側では人材育成方針として外的動機に頼らざるを得ないという状況です。外的動機というのは、いわゆる金銭的な報酬ですね。報酬や評価といったところで、人材の確保を努めてくる。短期的には効果はあるんですけれど、やはり長期的に見たときにはデメリットもあるという状況で、やはり内的な動機としてのやりがい、働きがいといったところの動機付けが難しいので、外的動機に頼らざるを得ないという状況になっています。その結果ですね、長期的には競争力が低下をするということで、やはり革新的な人材がいない。優秀な人材がいないことによって組織の硬直化、そして市場の変化、顧客ニーズへの対応が遅れてくるので、競合他社との力の差が広がってくるということで、やはり会社として鈍さというのが大きくなってくる。鈍さはやはり機会損失の可能性があるということです。こういったことでですね、一見いい企業なんですけれど、このように長期的に徐々に競争力が低下をしてくるということで、企業が抱える課題、問題点に非常に気づきにくいというところがあります。では、このような環境から脱却するためにどのような対応をした方がいいか、その原因は何かということで、やはりゆるブラックにおける主な要因は、従業員が成長実感が得られないことに起因をするキャリア不安に基づいていると。従いまして、働きやすさというのは現状維持しつつ、やりがいと成長機会を提供していくのが脱却の第一歩だと考えております。では、どのようなことに具体的に対応すればいいのかと言いますと、例えばチャレンジ精神を促す文化ということで、チャレンジを推奨する組織文化づくりですね。スローガンだけではなく、心理的な安全性の確保、そしてチャレンジを反映をした評価というのに取り組んでみてほしいと思います。また、成果に基づく評価制度ということで、やはり評価、報酬というのがですね、年功序列的になっていないか、人材の成果に応じた評価制度の設計というのを見直してほしいと思います。
さらにですね、自身の成長ということで、自立学習の支援ということで、社員が自ら学び続けられるような環境を整え、支援をするのも有効な施策です。ただしですね、多いのがサブスク型を、従業員に提供して、あとは自分でやってくださいという企業があるんですが、なかなか材料を提供するだけでは自立学習というのは促進はしていかないので、その前提条件もきちんと整えて自立学習を支援をするというのが必要かと思います。では、具体的に自社ではどのようにしたらいいのかと言いますと、やはりここはですね、今の現状ですとか会社の規模感にもよってきますので、いろいろまずは課題の洗い出し、そして今悩んでいることなどについては専門家にご相談いただくのが一番良いかと思います。相談の上、今現状をまとめる、そして情報収集をするというのが第一歩だと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。